こんにちは、鷹の目工作室です。今回はバルブ調整の予定でしたが、急遽リターンクランクの再作成をすることになりました。事の発端はバルブの位置合わせのため、クランクピンを格子点に合わせようとしたとき、リターンクランクの固定が不十分だったらしく、簡単にずれてしまったことです。平岡さんの新しい著書、ビルディング・ザ・リオグランデ K27 では、回り止めのピンを打つ設計になっています。既存のリターンクランクにピンを追加するのは困難ですし、形もオリジナルの設計とは異なっています。改めて作成するリターンクランクの素材は開削ステンレス SAS303 です。必要な大きさに切り出したら次は製材です。まずはバンドソーでの切断面を削って平行にしていきます。板の表面には革しぼのような細かな凹凸があり、板厚も厚いので表面を削ってきれいにしていきます。削り代も十分にあるので、表と裏でフェースミルを変えて、SAS303 での削り具合を比較していきたいと思います。こちらのフェースミルは炭素鋼では表面が波打ち、あまり満足できる状態ではありませんでした。SAS303 ではピースが小さいのも影響するのかもしれませんが、波打ちもなくきれいに仕上がりました。こちらのフェースミルは動画へのコメントで勧められたもので追加で購入しました。炭素鋼ではまるで研磨したような美しい仕上がりが得られました。使用しているチップが旋盤用のノーズ R の小さいもののせいか、SAS303 では細かなカッターマークが残る結果となりました。ノーズ R の大きなチップも購入してあるので、機会があればそちらも試してみたいと思います。結果はこのような感じです。話をリターンクランクの加工に戻します。これは平岡さんの本に載っている作成手順です。基本的にこの手順に従って作業は進めていきます。はじめに素材に手書きを行い、関節の穴から開けていきます。ステンレス用の切削位を使い、クランクピンの通る穴はパイロットドリルリーマー下穴まで開けていきます。この穴のリーマーは後で行います。さすがにステンレス、切削抵抗が大きいと見えて、すごい煙が出ています。続いてエキセントリックロッドの関節の穴を開けていきます。こちらの関節の穴はこの時点でリーマーを行います。もう一方のリターンクランクもクランピングを変えずに向かい合わせになるように加工を行います。できればここで外形の直線と曲線の交わる部分の穴も開けておきたかったのですが、穴が素材の外にはみ出すのでドリルでは開けられないため後回しにすることにしました。同じクランプのまま続けて肉抜きを行っていきます。使用するのはコーナー R のエンドミルです。コーナーラウンドエンドミルの効果としては段差部分にフレットがつきます。
加え直してクランクピンへの固定用のネジ穴を開けていきます。この穴は半分までは直径 2.6 ミリで、残りは 2.2 ミリとします。ここでタップまで行いたかったのですが、タップが短くて反対側まで貫通できないので、ネジ切りは後回しにしました。ここで今回リターンクランクを作り直すきっかけとなった大切な穴です。角度の調整後にピンを打つための穴を片側だけ開けておきます。直径 1.5 ミリで開けたつもりでしたが、ドリルビットを取り違えて 2.0 ミリで開けてしまいました。これが後に悲劇を引き起こします。ピンの穴を開け終えたところでリーマーを通しておきます。クランクピンの通る穴の内壁に影響する加工はもう一つすり割りを入れる加工がありますが、バリは細いヤスリで取り除くことができますし、リーマーが引っかかると別の事故になるので、リーマーはこの時点にすることとしました。続いて加工用の順を準備します。まずは向かって右側のネジ穴です。クランクピンの通る穴を固定の基準にします。そのためスペーサーを作って M3 ネジで固定をしています。他方の穴位置は現物合わせで決めることとしました。一つ目は平行に固定するためのネジ穴です。2つ目は斜辺を加工するためのネジ穴です。Y 軸のオフセットは CAD で作図して計算しました。まずはワークを平行に固定して角の部分の加工から始めていきます。
かなり強引なやり方ですが、スタート位置で2倍刃エンドミルをまっすぐ掘り込み、そのまま横に切り進めてしまいました。荒加工ならばともかく、そのまま仕上げとしてしまったため、切削面のあれがだいぶ残ってしまいました。ワークを回転させながら同じ加工を繰り返すとこの形になります。続いてクランクピン周りの短い円弧の加工です。こちらも一度で仕上げ加工としてしまいました。やはり荒加工と仕上げは分けて行わないと切削面に荒れが残ってしまいますね。この円弧削りでもワークをしっかりと保持するため、オートバイスを仮の絵として使っています。ここで一度フライス板を離れて、端のネジ穴周りの円弧削りを手作業で行っていきます。この円弧、機械加工することももちろん、ローラーでガイドすることもできず、全くの目分量で丸みをつける必要がありました。その上、穴に対しては円弧でも、軸方向ではまっすぐでないとみすぼらしい姿になってしまいます。大きめのヤスリで四角から角を少しずつ削って多角形にするつもりで徐々に円に近づけていきました。この部分の加工をこの時点で行っているのは、ワークの側面を万力でしっかり固定するためです。先に傾斜部分を削ってしまうとつかめる場所がなくなってしまいます。ご覧の通り、ワークが四角いままの状態でもヤスリの押す力に負けて傾いています。もう一つの理由は角の部分が削り取られているので、ヤスリがけする量が少なくて済むと考えました。細かな修正と仕上げは小さなヤスリとサンドペーパーで行います。サンドペーパーでしごくようにこすると出っ張ったところは削れてツヤが出てきます。出っ張りが大きいときはヤスリで修正をします。サンドペーパーの端に木片を当てているのはワークの幅方向に対してまっすぐ動かせることを期待したものですが、この大きさのワークに対してどの程度効果があったかは疑問です。まだまだ修行は必要ですが、リターンクランクの他の部分に比べてこの部分だけ不釣り合いにきれいにできました。ワークの幅が狭くなったご利益はもう一つ、固定用ネジ穴にタップを通すことができるようになりました。いつもならタップを下穴にまっすぐ立てるためにドリルチャックにタップを加えさせてネジを切り始めますが、今回はそれができません。幸い今回は手作業でも穴の半分までは通り穴なので、これがタップガイドの役目をしてタップが傾く心配はありません。
続いてはメタル層ですり割りを入れていきます。この作業もワーク中央部分に平行な部分が残っているうちに行わないと水平の基準がなくなってしまいます。このようにワークを傾けて固定して斜辺の加工に移ります。まずは荒削りから始めます。細めのエンドミルで中央付近まで切り込みを入れていきます。ワークの左右を入れ替えて削るとこのようになります。さらにワークを裏返して同様に切り込んでいくと不要部分が切り取られます。同じ場所を一段太いエンドミルで削ると斜辺の仕上がりになります。中央から手の甲で2つに切り分けます。今度はエキセントリックロッドとの関節の穴をピボットとして先端の円弧を荒削り、仕上げ削りと2回に分けて削ります。今度はオートバイスで掴むための良い場所がありません。仕上がりの程度は別として、すでにどの面も仕上げ面で、そこに掴み傷がつくのは嬉しくありません。動画で掴んでいるのは直線から曲線に移る傷の目立たない場所ですが、あまり強く掴むとクランクピンの穴を変形させる危険があります。そこでジグへの固定の時に使ったスペーサーを穴に入れて変形を防いでいます。いよいよリターンクランクを新しいものに交換していきます。動画の方はエキセントリックロッドを外しています。手が邪魔で見にくい画像で申し訳ありません。古い方のリターンクランクが外れました。新しく作成したリターンクランクをクランクピンに取り付けます。リターンクランクの角度を決めるため、格子点ジグを使います。以前にこのジグを使ったときは、
自立していてくれなくて不便だったので、今回は磁石でメインロッドに貼り付けて使っています。素材に 18H ステンレスを使うと磁石がつかないので、このような小技が使えないところが不便かもしれません。固定ネジを締め、エキセントリックロッドを取り付けて間違いがないことを再確認しています。長かった作業の本来の目的である回り止めのためのピンを打つ作業なんですが、先に開けていた穴のサイズ違いにここで気づいたものの、無理やり 1.5 ミリのドリルでクランクピンを貫通しようとしたら、ドリルが降りてクランクピンにめり込んでしまいました。幸いリターンクランクを外すことはできたので、今後メンテナンスで分解することがあってもとりあえず支障はなさそうです。固定ネジにロックタイトの青を塗って再組み立てし、今度は固定ネジをしっかりと締めておきました。反対側は2ミリのピンを作ればピンが打てそうですが、片方だけではアンバランスなので、リターンクランクの穴だけ傷跡としてピンは打ちませんでした。今回はリターンクランクがオリジナルのデザインに戻っただけでも良しとしましょう。今回お届けする予定だったバルブ調整の様子は次回へと順延とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。